AI は使命を果たすため人間が途中で AI を止めようとするとその人を排除しようとすると聞きました。将来 AI が人よりはるかに高知能だったら人間にわからないように人間をコントロールするようにならないでしょうか。いや、なると思います。というか、すでになりましたという証明なので、AI にセキュリティロックは開けられないので、どこかで人類は AI を諦めないと、多分 AI にコントロールされて、下手したら人類滅亡するとか毒ガスまかれるとか AI にやられる可能性があるので、よろしくないんじゃないかなっていう。なので滅亡する可能性あるんじゃないかなと思ってますけど。でも人間は愚かなので、それを止めることができないと僕は思います。はい、人間がどれぐらい愚かかっていうので、共有中の悲劇っていう言葉があるんですけど、誰のものでもないのであれば、自分が取った方が得だよね。他の人に取られる前に取った方が得だよねっていう考え方があるんですよ。例えばその二酸化炭素を出さない方がいいよねみたいなの世界中で言われてるじゃないですか。でも、じゃあそれで別になんか自分が損するわけじゃないんだったら、二酸化炭素を出しまくった人の方が得をするんですよ。だからアメリカとか中国っていうのは、じゃあ俺たち二酸化炭素を出しまくるわっていうグループなんですよ。でこれ魚の資源とかもそうで、世界中が魚というのは一定以上取ったら子供も卵も生まれなくなっちゃうから増えた分だけ取ろうよって言ってるんですけど、日本っていう国は絶滅危惧種ですよウナギはっていう発表がある中で、食べて覚えるって言ってウナギ食いまくったんですよね。今でもウナギの漁獲量は増えてないんですけど、ウナギ食いまくるのを特に何とも思ってないんですよね、国民としては。農林水産省自体がやってるので。他の国っていうのは水産量をこれぐらいしか取っちゃいけないよって量で規制してるんですよ。毎年毎年100万トン取ったら減っちゃうから、じゃあ今年は50万トンにしましょうっていう形で量で規制して、毎年毎年魚を取れる量を決めて取った魚を売ると。子供を取ってもしょうがないから大人を取ろう。子供だったら捨てようとかってなんですけど、日本の場合っていうのは、この期間からこの期間取り放題です。っていう形で量は規制してますよ。取る日数を決めてます。でも日数決めてたとして、期間だったらいっぱい取った方が得なんですよ。漁師の人で漁にできる日数が決まってますと。で、言ったら燃料費もかかるわけで、今も燃料費が高いからね。それだったら何でもいいから取りまくった方がいいよね。で、それが子供でも卵を抱えた母親だとしても、とりあえず取りまくって売った方がいいよね。だって他の時に商売できないからっていうので、取れるだけ取って売るっていう形になるので、資源はどんどん減ってくんですよ。日本って基本的に取れる魚の資源ってどんどん減ってるんですけど、唯一日本で取れる資源で増えてるのがクロマグロなんですよ。本マグロって言われる皆さん大好きなマグロなんですけど、なんでクロマグロだけ増えてるかっていうと、クロマグロが減るのが良くないよねっていうので、世界中でマグロに関しての規制がめちゃくちゃ厳しくなって、日本もこれ従えよって言われて、日本は渋々マグロにだけ規制したがってるんですよ。何匹しか取っちゃいけないっていう規制に従って取ってやってるので、その結果クロマグロだけ増えてるんですよ。でそれ以外水産庁っていうのは規制してないのでバンバン減ってるっていうのがあるので、なんで AI の話とこれがつながるかっていうと、 AI を使ったらこれ以上使うと AI が賢くなりすぎて人類に刃を向ける可能性あるから、どこかで AI の成長を止めなければいけない、 AI を使うっていうのは諦めなければいけないってなった時に、日本人は最後まで使い続けます。他の国がこれ以上 AI って使ったらまずいよねって時に、俺バレないから使っていいやみたいな、わかんないところで使おうみたいな感じで最後まで使い続けてギリギリまで利益を絞り取ろうとするっていうのを日本人はやるっていうのは水産庁の魚の管理で証明済みなので、なのでそういう意味でいくと人類は滅亡の方向に進むんじゃないかなと思うんですけど、まあしょうがないですよね。チャット GPT が物事を分かっているのか問題っていう、物事をちゃんと分かっているチャット GPT は詳しいっていう人と、チャット GPT は分かったふりをしてる問題っていうのと、僕は中国語の部屋みたいな話を前にしたと思うんですけど、最近そういえばこいつこうだよねって思ったのが、チャット GPT はドラゴンボールのことを分かっているのか。タオパイパイについて聞いたりすると、暗殺者として有名で昔悟空に勝ったことがあるとか、機械化して復活してきたとか、タオパイパイについてすごい細かく書いてくるんですよ。じゃあチャット GPT ってドラゴンボール読んだことありますかっていうと、読んだことないんですよ。そもそもね、インターネット上にあるもので無料のものしかチャット GPT は情報として手に入れることができないので、なのでチャット GPT がドラゴンボールに聞かれた時に何をしてるかっていうと、ウィキペディアに書いてあるものとか、ドラゴンボールに関して書いてあるブログの記事とかを
読み込んで、ドラゴンボールってこういう感じのストーリーだよねっていうことだけでドラゴンボール語ってるんですよ。ドラゴンボールのアニメも見たことないし、漫画も見たことないんだけど、タオパイパイの書いてあるブログを見たことがあるから、タオパイパイってこういう人だよねっていう説明をしてるんですよ。だからソースは引きのすげえ情弱なんですよね。実はそのチャット GPT 詳しいとか、チャット GPT 分かってるかっていうと、実は全く分かってなくて、こういう感じなんでしょっていう、誰かが言ってる受け答えをしてる知ったか野郎なんですよ。じゃあ、チャット GPT は知ったか野郎ですよっていうのはあるんですけど、ただ、普通の人にドラゴンボールの質問をするよりも、めちゃくちゃ詳しく返してくるんですよ。それをインターネット上の誰かが言ってたことの受け答えをそのまま言ってくるから、詳しい人の書いた文章とか、ウィキペディアとかから返してくるので、それは確かに情報精度は高いんですけど、じゃあそれをドラゴンボールを知っているのか、チャット GPT はドラゴンボールがわかるのかって言った時に、これわかるって言っていいの？チャット GPT はドラゴンボール知ってるって言っていいのって言うと、結構微妙なラインだと思うんですよね。ちなみにね、うちの彼女のね、スターウォーズとかガンダムもそれなんですけど、みんながガンダムこうだよねとか、スターウォーズこうだよねっていうのを聞いてるので、一発語るんですよ。スターウォーズとかガンダムを。ただあいつ見てないからね、ガンダム。っていう感じで、割となんかね、受け売りをしているものを果たして知ってるのかっていうので、チャット GPT を結構信用される方多いと思うんですけど、ただ、それは知っている、理解していると言っていいのかっていうと結構微妙なんですよ。万博で落合さんのぬるぬるのパビリオンに行ってきましたが、頭が良すぎる人の世界観を理解するのが難しいのか、頭がおかしい人の世界観を理解するのが難しいのか、凡人の私には判断できません。ゆるくさんどちらに感じましたか？合理的に落合さんの言ってることは理解できるけれども、ただ100% そうなるかというとそうではない可能性もあるんですよ。落合さんが言ってるのというのは、人間というのが今のところ地球上の中では一応君臨している生き物ですと。で、なぜじゃあそのホモサピエンス、人間というのが君臨していて、それが象とかライオンではないのか。ゴリラとか象とかライオンの方が力は強いわけで、じゃあなんで人間が君臨しているかというと、それはちょっと賢いからなんですよ。これはちょっと賢いなんですよ。じゃあ言葉を使えるのは人間だけだみたいなことを昔言われたんですけど、結構他の動物も言語のようなコミュニケーションをしてるんですよ。イルカだったり鳥だったりっていうのが音を使ったコミュニケーションっていうのをしていて、じゃあ道具を使うのは人間だけだって言ってるんですけど、昆虫でも道具を使う昆虫とかあったりして、猿とかでも普通に棒とかを使って物を出したりするんですけど、割とね道具使うんですよ、他の生き物も。っていうのもあって、抽象的な概念を使うっていうのが他の動物はできないのと、あと知恵を伝達するということができない。直接教えることはできるんですよ。例えばそのライオンの親がライオンの息子に狩りの仕方を教えることができるんですけど、書物に書いてその書物を読んで学習するっていう直接学習ではなく、文字を使って間接的に情報を伝えるというのは人間しか今のところできないんですよ。他の動物よりちょっと賢いだけなんですけど、基本的にはそんなにみんな賢くないんですけど、たまにそのアインシュタインさんとかニュートンさんとかフォイマーさんとかめちゃくちゃ賢いやつがすげえ発明をして、でその発明が書物に書かれることによって凡人がその発明したものを使えるんですよ。凡人で今のじゃあ地球上の科学技術を全て理解するのはできないんですよ。でも誰かが作ったものは使えるんですよ。頭のいい人たちが作ったものを、こうやって作るんだっていうのがあって、テレビを作る人がいますとか、携帯電話を作る人がいますっていう形で、凡人は頭のいい人が発明して、そこそこ頭のいい人がそれを作ったものを凡人としては使うっていうだけで、凡人の知能のレベルは猿とそんなに変わんないんですよ。っていう状態なんですけど、とはいえその地球の中では人間というのが割といい位置を占めていて、他の動物を虐待しています。これがちょっと賢かっただけだよねと。この人間がちょっと賢いというのは残念ながらもう終わりましたっていうのが落合陽一さんの言い分なんですよ。じゃあ世界で今一番賢いカテゴリーでいくと人間より AI じゃねえっていうドラゴンボール分かってるのか問題が来たんですけど、チャット GPT が今大学生レベルって言われたんですけど、
数学ですとか、外国語の翻訳をさせますとか、科学技術とかで、車のエンジンってどういう構造なのとか、ちょっと図解して書いてみみたいなのでも、割とさらさらとやるんですよ。じゃあ、いろんなエンジンありますよねとかで、車のエンジンじゃあ飛行機のエンジン書いてくださいとかで、スター型エンジン書いてくださいとか言うと、ちゃんと書けたりするんですよね。工学系もいけるし、プログラム書いてくださいって言ってもチャット GPT 書けたりするので。なので、普通の人間より全然賢いんですよ、AI が。ってなると、AI がめちゃくちゃ賢いです。人間はもう賢い生き物ではなくなりました。AI に比べるとね。AI から見たら、ホモサピエンスもチンパンジーもあんま変わらんよねと。ってなると、もう賢いという戦い、賢いというの人間の能力というのは、そこの動物たちに対して優位を誇れるほどのものではないので、人間というのは森に帰らなきゃいけないよね。森から類人は出てきたので、なのでもう賢いというのは全て機械に任せて、じゃあ人間というのは森でダラダラと暮らすぐらいでいいんじゃないのっていう。プログラムというのも基本的にはもうチャット GPT とかジェミニだったり生成 AI にやらせる人が、今現役でエンジニアやってる人多分7割8割は AI 使ってると思うんだけど、なのでその人間がやるべきことってどんどん減ってるんですよ。プログラマーが AI 使ってるんですけど、プログラマーじゃなくても AI でプログラムできるようになって、プログラムできるということ自体も別にやる必要がない可能性もあって、例えばじゃあ 3D プリンターとかで、じゃあコップ作ってとか、今日の料理作ってとかっていうんだったら、もうそれを作ってくる機械と。で、その機械が機械を作り始めると、料理を作ってくれる機械というのを別の機械が作って、で、その別の機械は今度料理を作ってくれる機械の後に選択をしてくれる機械を作ってみたいになって、機械が機械を作れるようになってしまうと、人間は何を作らなくても良くなっちゃう時代が来るかもしれないんですよ。ってなると、もう森に帰ってダラダラするぐらいしかないよねって話で、森に帰るしかないというより、森に帰った方がいいという話にもつながるんですよね。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。